その時点で今言った特徴を大体持ってないし、まだ能力足りないと、こんなのが多分現実だと思うんですよ。そういう人はやっぱりなんかこう管理職になった時にうまくサボる人って言うんですよ。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい。ということで本日もお願いします。はい、お願いします。モンジたちはこれまでの経験の中で、この社員を管理職に昇進させてチーム全体がいい方向に向かうなって確信したケースとかって何かあったりするんですかねっていうのがまず一つ。仮にそういう人がいた場合、そういう人ってどういった具体的な特徴とか行動をしているのかなっていうのをちょっとお聞きしたい。新卒とか中途で入ってくる新入社員に対しても、ここはちょっと見といた方がいいよみたいな部分をちょっと知りたくて、なんか僕が思うによく一般的に言われるキーワードとかで言うと、成長意欲の高さとかリーダーシップ力とかストレスの耐性があるとかビジョンの共感力とか、ちょっと綺麗事に聞こえるかもしれないですけど、そういうのかなって思ってるんですよね。その辺ちょっとモン社長的な見解をぜひ教えていただきたい。要は経営陣なり、上級管理職なり、将来の幹部候補みたいな、役職者に上げていく、みたいな人を新卒とか、中途の入社の時にある程度こう判断できるんだったらいいなみたいな感じですよね。そうですそうです。その時点で今言った特徴を大体持ってないし、そんな最初から分かんないでしょ。だってなんだっけ、一つ目が成長意欲の高さ、リーダーシップ力、ストレス耐性、ビジョン共感力、そんなの最初から持ってたらもう目立ってしょうがない、ね、だからその成長意欲とかビジョン共感力って、目に見えないじゃないですか、ある程度推測はできたとしても、僕いつも思うんですけど、成長意欲はやっぱりちょっと見ないと本当かどうか分かんないですよね。ビジョン共感力とか、まだ会社に入ってもないのにホームページとかなんかいろいろウェブとか SNS とか見ただけで共感してますって言われてもほんまかいなってやっぱいつも思うんですよ。だからそんなのは入ってる瞬間に分かんないんで、ちょっと非現実的なこと言ってるなといつも思っていて。なるほど。あとはやっぱりそのベンチャーとか中小企業とか、本当はこのラインまで能力がある人とかを幹部にしたい、管理職にしたいと思ったとしても、実際そういう人材が少ない、あまりいないと、まだ能力足りないと、こんなのが多分現実だと思うんですよ。だけど拡大してるからとか、今後のことを考えてどう選んでいくか管理職をみたいなテーマの方が多分多いと思うんですよね。だからそもそもいろいろ揃ってる人がいっぱいいて、その中から誰を選ぶかっていうのは、大企業じゃないわければ、なかなかそのシチュエーションを考えづらいなと思って、ここでお話しするんであれば、要は足りない、自分の中ではもっとこのぐらいまで行ってから管理職させたいんだけど、それじゃ間に合わないとか、逆に言うと経営者のエゴとしても求めてから、前提求めてからやっぱりさせるんじゃなくて、ポテンシャルを見てやらせながら育成をしなきゃいけないと、こういう観点で見た時にどういう人が候補になるんじゃないかなみたいなのを僕なりの視点で喋るのがいいのかなと思うんですよね。教えていただきたいです、ぜひ。僕の前提は、僕もなんかこういろいろ考えちゃうと要求レベル高くなってしまうんで、このいう人が幹部がいいよね、管理職にしたいよねって言うとやっぱ要求高すぎるんですよ。そうなってくると誰もできねえじゃないかみたいな、もう持ってたらそもそもなっとるわって話が多いんで、僕はやっぱりその前提のものとやりながら学ばせていけばいいやと思うものがありますと。前提は一つ目はやっぱ最低限の人間性。最低限の人間性。最低限っていうのはどこやねんって話なんですけど、本当に最低限ですね。なんか例えば嘘つかないとか、遅刻しない。そうですね。あと二つ目はストレス耐性。結構管理職って上からも下からもやっぱ来るし、なんかね、やりたくないっていう人が多くなったっていうように、要はなんかいろんな方向からプレッシャー来るわけですよ。だからやっぱりストレス耐性なさすぎる人にやらせちゃうと、すぐ辞めたい、降りたいってなるんですよね。だからやっぱ一定のストレス耐性はちょっと考えますと。3つ目はリーダーシップって言いたいんだけど、
これも最初から備わってる人って一定はいるんですけど、そんなに求めすぎてもしょうがないんで、そのリーダーシップの片鱗ぐらいぐらいが前提条件かな。やりながらですね。やりながら、その前提があって、じゃあどういう人かっていうと、めんどくさいやつ、めんどくさいやつ、地頭いいけどすれてないやつ、すぐ行動する行動量が多い人、こんな感じ見てますかね。ちょっと一つ一つ紐解いていきたいんですけど、めんどくさい人ってちょっと逆に大丈夫なのって思っちゃうんですけど。めんどくさいの種類の話だと思うんですけど、いわゆるめんどくさい人って言ったのは、上司としていた時に、あれこれ質問してきたりとか、これって何でやるんですかとか、これってこういうことですよね。これってどうなってるんですかとか、上司からするとちょっとお前なんかいろいろ質問めんどくせえなみたいな、って言っちゃいそうな人のことを言ってるんで、だから反対を言うと、何でもかんでも、はい、わかりました。はい、わかりました。頑張りますのやつじゃないと。のやつじゃない。最後頑張ってちゃんと行動するんだけど、それってなんでこうするんですかとか、これってなんでこうなってるんですかとか、これってこうした方が良くないですかとか、なんかめんどくさいことばっか言うなみたいに、そういうことに人のことを言ってますよ。ありがとうございます。地頭がいいけどすれてない人。すれてないっていうのは具体的にどういったこのどう言ったらいいですかね。すれてないっていうのは、イメージで言うと、例えば新卒で入ってきた時に、純粋、素直な確率が高くて、これはまだすれてないんで、一生懸命その物事とか言われたことに関しては素直に受け止められますよね。それはだからこう教育していけばいいんですけど、例えば仮にですけど、中途で30とか、例えば35とか、やっぱ地頭いいんだけど、社会経験もあるから、ちょっとやっぱこう、いろいろ知っちゃっていて、うまくやる人とか、そんなんねっつって、うまく手抜かないと仕事いっぱい来ちゃうから、みたいな、例えば。こんな感じの人はやめた方がいいですよね。意味としては、地頭良くて、ちゃんと素直で純粋な方がいたら、ちゃんと育てていけば、いや、その擦れてる人と接触させなければ、でそのまま純粋で素直に頭いったら最高じゃないですか。でも、ぶっちゃけ入社の時点で結構、若かろうが年いってようが、やっぱ擦れてる人若干いるんですよね。擦れてる人は一定いるかなと思うんですよ。そうなってくるとやっぱりちょっとその頭の良さの使い方がうまく仕事をするみたいになっちゃうんで、そういう人はやっぱりなんかこう管理職になった時にうまくサボる人が結構いるんですよね。それでも成果出しくらいいいのかもしれないけど、そういうのを見ると部下も結果出しは別にちょっとサボってもいいんだってなっちゃうことが多かったんで、そういう場合もあるかもしれないですけど、地頭いいけど擦れてない人がいたらいいんじゃないみたいな。ありがとうございます。すぐ行動する行動量が多い。これはなんか僕もすごくそうだなって思うんですけど、行動量っていうのはどれぐらいのことなのか言うんですかね。すぐ行動することと行動量は比例するとは思うんですけど、当然ね、すぐ行動できるから行動量多くなると思うので、例えばですけど、過去僕があった中でこの人行動すぐするとか、行動量多いなと思って実例でいくと、期日前にちゃんと終わらせてくれる人、行動する人、そういう人は結構毎回そうで、こういう人はやっぱり結果、ね、イコールすぐ行動するだし、確かに。例えば5日後でいいよって言ったのが2日後に帰ってきたら、じゃあ次これ確認してよみたいな話で、よくできるじゃないですか。そうですね。だから具体例としてはそうですね。期日を巻いてちゃんとやる人みたいな感じですね。なるほど、なるほど。結構求めすぎなんですかね。俗に言う、僕が前日でお話ししたことは、結構なんか他の YouTube でも言っているし、ビジネス本にも書いてあるんですよ。どの程度のね、なんか人をこう言ってるのかわかんないですけど、成長意欲の高さってなんかいろんな人見てますけど、本当の意味で成長意欲が高い人ってそんなに多くないと思いますね。そうですよね。それはみんなね、言うならだって逆を言ったらですよ。みんな成長意欲あるじゃないですか。じゃあその成長意欲が高いか低いかって何で判断するのみたいな話で、これってやっぱり最初わかんないですよね。見ていかないと。それこそ行動とか結果を見ていかないと、もしわかるんだとしたら、めちゃめちゃ明確な目的、目標を持ってて、今までもそういうことやってますよねって話なんで、その人をじゃあ見つけようって言われるなら、まあ納得はできるけど、
まあでも中小企業ベンチャーにそんな人多くないと思うけどね、みたいな。はい、そうですよね。あとリーダーシップともやっぱね。だからこれもね、よくある話でいくと、例えば学生の頃ね、スポーツやってて、インターハイ出ましたとか、キャプテンやってて全国大会でとか、そういうのは具体例としてまあ分かりますけど、でもこれってやっぱ実績じゃないですか。だそれがない人もいっぱいいますよねと。そんなね、どこどこの部活でキャプテンやって全国大会行きましたって人何人おんねんみたいな話なんで。確かに。だからちょっと入れてみないとやっぱりリーダーシップのその片鱗があるかないかとかは。そうですよね。ビジョン共感力とかもまあよく聞くんですけど。ごめんさっき言った通り、別に会社に入ってもないのに働いてもないのになんかウェブとか SNS 見て共感しましたとか言ってもほんまかいなっていつも思うんですよ。入るために言うてんちゃうんかみたいな。なんか僕だけかもしれないですけど、そんな薄っぺらい理念とか書いてないわと。ちゃんとやっぱり、なるほど、それってこういうことかって入って学んで、年数経ってちゃんと理解できるものだから、なんかそんな表面だけ見て、共感しましたって言われても、逆に大丈夫、騙されやすくないって思っちゃうんですよね。高い倫理観とかそういうのもなんかちらほら聞くんですけど。いや大変申し訳ないんですけど、新卒で高い倫理観持ってたらびっくりするよ。本当にいたらね、あれですけど、すごく大事にするかもしれないですけど、20歳そこそこで高い倫理観持ちすぎてたら、それはなかなか逆に素晴らしすぎますよね。そうですよね。だからなんか書いてあることのハードルがだから高くて、そもそも高い倫理観って何やねんみたいな話じゃないですか。確かに。ちょっとよくわかんないんで、もっともらしく言うけど、よくわかんない。これも別で言ってますけど、やっぱ誠実って、結局言葉にしにくいし、一定期間経った後の結果だし、考えた時にその高い倫理観を持っているかどうかって質問だけで分かるんだったらみんな苦労しないわみたいな思うので、最初に分かるはずがないと思うんですよね。そうですよね。質問とか入社までのやり取りの中で、この人は本当に高い倫理観を持ってる持ってないとかって本当に判断できるんだったら、そんな天才人事こっちが欲しいよみたいな。間違いない。ありがとうございます。将来こんな人を管理職にしたら伸びるんじゃないかみたいな人で、中小とかベンチャーであればこんな人意外と伸びるんじゃないかと、僕も意外と伸びましたよという結果論からしてまとめるんであれば、意外とめんどくさい人、頭がいいけど釣れていない人、すぐ行動する人、こんな人は管理職にしたらすげえ成果出したみたいなことになると思います。はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見て励みになっています。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。